いや、どうもどうも。日曜の昼いかがを過ごしたい。俺はまあこうしてのんびり YouTube 見てるわけだが、便利な世の中になったもんだよな。なあ、俺たちが子供の頃って、漫画やアニメに出てくるロボットっつったら、大体人間みたいな形してたよな。鉄のアトムとか、マジンガー Z とかガンダムとかさ。手足があって、顔があって、二本足でしっかり立ってよ。あんなのが本当に俺たちの隣を歩いてたらすげえなって胸を熱くしたなってかい。でも現実はどうだったか。お掃除ロボみたいな円盤のやつとか、工場のラインで動いてる腕だけのロボットアームとか、ペッパーくんみたいな、まあ可愛いけど歩き回りはしねえやつとか。ロボットっつっても、俺たちが夢見た人型とはちょっと違う奴らがほとんどだった。ところがなぜ、最近 YouTube とかでアメリカのボストンダイナミクスとかテスラとか海外のすげえ会社が出してる動画を見るとビビるぜ。あの子供の頃に夢見た SF 映画の中にしかいなかったはずの人型ロボがとんでもねえことになってるんだ。今日はその話をしてみるかい。なんでわざわざ面倒な人の形にするんだ。まず一番の疑問はこれだよな。なんでわざわざ不安定な二本足で立たせるんだ。タイヤつけた方が速くて安定するだろ。細かい作業は腕だけでいいじゃねえかって。合理的じゃねえように見えるよな。その答えはな、めちゃくちゃシンプルなんだ。それは、俺たちの周りの世界が全部人間用に作られてるからなんだよ。ちょっと周りを見渡してみてくれ。ドアの丸いノブをひねって開ける。キャタピラやタイヤじゃまず開けられねえ。人間の手と指が必要だろう。階段、俺たちは当たり前に登り下りしてるけど、これもタイヤじゃ無理だ。2本の足で一段一段上がるようにできてる。工具、ドライバーも、レンチも、ハサミも、全部人間の手で握って使うように設計されてる。乗り物の運転席、車もトラックも建設機械も、人間が座って手でハンドル握って足でペダルを踏むようにできてる。もしロボットのために世の中の全部のドアを自動ドアにして階段をスロープにして工具を全部ロボット専用品に作り変えるなんてことしたら金がいくらあったの足りねえ。だったら話は逆だ。ロボットの方、俺たち人間と同じ形にしちまえば今の社会に、今の工場に、今の道具をそのまま使ってスッと入ってこれるじゃねえか。その方が結果的に一番安上がりでいろんな場所で働けるようになる。だから世界中の会社があえてこの不安定で複雑な人型に必死で挑戦してるんだ。今人型ロボはどこまで進化してるんだ。理屈は分かったけどどうせまだカクカク歩くくらいだろって思うだろう。俺もそう思ってた。今の奴らはレベルが違えんだ。歩くだけじゃない。走るし、踊る。もう研究室の中を人間みたいにスムーズに歩き回ってる。それどころか小走りしたり、パルクールみたいに障害物をひょいひょい飛び越えたり、なんなら音楽に合わせてキレッキレのダンスまで踊るやつまでいるんだ。バランス感覚がもう異次元なんだよ。絶対に倒れないマンかよっていう体感。歩いてるところを、後ろからいきなり棒で突き飛ばされても、ぐっと足を踏ん張って絶対に倒れない。雪道とか瓦礫の上みたいな足場の悪いところでもちゃんとバランス取って歩けるんだ。指先がめちゃくちゃ器用。昔のロボットの手ってのはマジックハンドみたいな大雑把なもんだった。でも今は人間の指みたいに一本一本が滑らかに動く。カゴの中の生卵を一つ一つ割らずにそーっと掴んで別の場所に移したり、繊細な電子部品を組み立てたりできる。見て学習する AI ので、これが一番すげえかもしれねえ。人間がやってる作業をカメラ目でじーっと見てるだけで、なるほど、こうやってネジを締めるのね。この箱はここにこうやって置くのね。って動きを真似して自分で学習しちまうんだ。いちいちプログラムを組まなくても見て学んでくれる。こいつらどこで活躍するようになるんだ。じゃあこんなすごい奴らがどこで働くようになるのか。もうすぐそこまで来てる未来の話だ。一番はやっぱり人手不足の現場だよな。俺たちの住む群馬だって、どこもかしこも人が足りねえ。そういう建設現場での資材運びとか、工場の組み立てラインとか、倉庫での品出しとか、人間がやるときつい、危ない、退屈な仕事を文句一つ言わずに24時間365日やってくれる。俺みてえなものづくりの会社にとっては、とんでもなく頼もしい同僚になるかもしれねえな。他にも地震で崩れた家の中とか原発の中みたいな人間が入れる危険な場所に入って人命救助をしたり状況を報告したりする。人間が行くには遠すぎる宇宙ステーションの外で修理作業をしたりもできる。
もっと未来になれば、一家に一台家事を全部やってくれたり、おじいちゃんおばあちゃんの介護を手伝ってくれたりするようになるかもしれねえ。まとめ。そんなわけで、人型ロボってのは、俺たち人間が作ったこの社会で働くのに一番都合がいいから、あえて人間と同じ形にした超ハイテクなロボットってことだな。もはや SF 映画やアニメの中だけの夢物語じゃね。俺たちが思ってるよりずっと早く街の工事現場とか工場の片隅で当たり前に働く姿を見かける日が来るかもしれねえ。俺たちが子供の頃アニメの主人公にかっけーって憧れたみてえに、これからの子供たちは現実世界で働く人型ロボを見て、俺も将来ロボットと一緒に仕事するんだなんて夢見るようになるのかもしれねえな。そう考えるとなんかワクワクしてえかい。人型ロボね。こないだ話したエジアイって頭脳が手に入ったら、いよいよ次は体かって話だよな。一家に一台なんて時代もすぐそこかもしれねえ。最新のロボットの動きはすげえ滑らかだけど、俺ちょっと思うんだよ。少しくらいぎこちない方が可愛げがねえかって。例えばさ、俺の真似して一生懸命洗濯物畳んでるんだけど、全部ぐちゃぐちゃになってんの。で、こっち見てできましたみたいに胸を張るんだ。そんなん見たらもう怒る気にもなれねえだろ。バーカ、こうやるんだよ、なんて結局俺が教えちゃったりしてな。便利な道具ってより手のかかる後輩みたいなもんだよ。お前らも完璧なやつよりちょっとくらいドジな方がなんか放っとけねえって思うことねえか。